こんにちは。ミステリーの探求者の皆さん。今回のテーマは、多くの人々に衝撃を与えた一冊の漫画、私が見た未来です。この作品は、たつきりょうさんが予知夢を元に描いたもので、その予言が驚くほどの的中率を誇ることから、多くの注目を集めています。今回は、この作品に描かれた予言の内容と、その的中実績、そして未来に起こり得る災害への備えについて、深く掘り下げていきます。果たして、この予言はどこまで信じられるものなのでしょうか？そして、私たちにどのような教訓を与えてくれるのでしょうか？ぜひ、最後までご覧ください。まずは、2025年7月5日に予想される災害のシナリオについてお話ししましょう。この日付が一体何を意味するのか？それは、たつきりょうさんが私が見た未来で予言した大災難の日であると考えられています。では、どのような災害がこの日に予想されているのでしょうか？最も恐れられているのが南海トラフ地震です。南海トラフは日本列島を直撃する可能性が高い巨大地震の震源域であり、過去の南海トラフ地震の記録からその規模の大きさと被害の深刻さが予測されており、過去に何度も繰り返されてきた大規模な地震の記録を見ると、この予言に不安を抱く人々が多いのも無理はありません。次に、この2025年7月5日が注目されるようになった背景についてお話しします。それは、たつきりょうさんが描いた私が見た未来という作品に端を発します。この漫画は、彼女が夢で見た未来の出来事を元に描かれたもので、特に注目されたのが、1999年7月5日に大災難が起こるという予言です。1999年7月5日は彼女にとって特別な日であり、この日に何かが起こるという確信があったといいます。実際に1999年には目立った災害は起こりませんでしたが、この予言が現代に再び注目される理由は、たつきりょうさんが予知した他の出来事が現実に的中しているからです。このことが彼女の予言の信憑性を高め、2025年7月5日に再び何かが起こるのではないかという不安を抱かせているのです。では、たつきりょうさんが描いた予知夢とその的中実績について詳しく見ていきましょう。彼女が予知した中で特に有名なのがフレディ・マーキュリーの死と2011年の東日本大震災です。まず、フレディ・マーキュリーについて、たつきりょうさんは彼の死を事前に夢で見たといいます。その夢の中で彼は音楽の巨匠として描かれていましたが、突然その生命の明かりが消える様子が見えたそうです。そして、その後間もなく実際にフレディ・マーキュリーが亡くなりました。次に2011年の東日本大震災です。たつきりょうさんはこの震災を数年前に夢で見ていたと語っています。彼女が見た夢の中では巨大な津波が押し寄せ、人々が逃げ惑う光景が広がっていたそうです。そして、その夢は現実のものとなり、東日本大震災が発生しました。この的中率の高さが、彼女の予言に対する信頼を高め、多くの人々が彼女の夢を恐れるようになったのです。さて、たつきりょうさんの予言が、なぜ多くの人々に不安をもたらしているのか。それは、過去に日本とフィリピンで経験してきた数々の大災害が、その予言に現実味を与えているからです。これから、両国で起こった歴史的な地震や津波を振り返りながら、その背景を探ってみましょう。まず、日本における最も衝撃的な出来事の一つとして、1923年の関東大震災を挙げることができます。この地震は、特に東京と横浜を中心に、甚大な被害をもたらしました。当時、建物の多くが木造であり、震度7にも達する強烈な揺れにより、数えきれないほどの建物が倒壊しました。さらに、火災が発生し、風に煽られて、火の海と化した町では、結果として約14万人もの尊い命が失われ、都市のインフラも壊滅的な打撃を受けました。この大震災は、日本における防災意識を大きく変えるきっかけとなりました。もう少し歴史を遡ると、1707年の宝永地震も非常に重要です。この地震は、現在の静岡県や神奈川県の沿岸地域を中心に、広範囲にわたる被害を引き起こしました。さらに、この地震に続いて発生した津波が、駿河湾や相模湾の沿岸部に
大きな被害をもたらしました。特に、駿河湾沿岸では、津波によって多くの家屋が流され、数千人が命を落としたとされています。フィリピンに目を向けると、この国もまた、数多くの自然災害に見舞われてきました。その中でも、2013年の台風ヨランダ肺炎は、特に記憶に新しい災害の一つです。公式な統計によると、この台風で6000人以上の命が失われ、何十万もの人々が家を失いました。フィリピンは地震だけでなく、こうした台風や高潮のリスクにも常にさらされている国です。さらに歴史を遡ると、1645年のカガヤン地震というフィリピンにおける記録もあります。この地震はルソン島北部を中心に発生し、当時のスペイン統治下のフィリピン社会に深刻な被害を与えました。地震に続いて大規模な津波が発生し、沿岸地域では多くの村々が壊滅的な被害を受けました。過去に何度も繰り返されてきた大規模な地震や津波の記録を前にすると、辰木亮さんの予言が引き起こす不安は、単なる迷信や噂話とは言い切れない重みを持っているのです。このように、日本とフィリピンにおける自然災害の歴史を振り返ることで、辰木亮さんの予言がなぜ多くの人々にとって現実味を帯びたものとして捉えられているのか、その理由が見えてきます。過去に学び、未来に備えることの重要性が問われているのです。しかし、科学的な見地から見ると、予知夢は脳が過去の経験や知識を元に未来を推測するものであり、予言が的中するのは単なる偶然であるとされています。脳は情報の海の中から無意識にパターンを見つけ出し、それを夢の形で表現することがあります。また、心理学的には不安や恐怖を感じると、それに関連する夢を見ることがあるとされています。辰木亮さんの夢も、彼女が無意識に抱えていた不安や恐怖が反映されたものである可能性があります。では、私たちはどうすればいいのでしょうか？予言が的中するかどうかはわかりませんが、私たちにできることは冷静に災害に備えることです。予言に怯えるのではなく、現実に起こり得る災害に対してしっかりと準備をすることが重要です。今できる準備を行うことで、不安を少しでも軽減することができるでしょう。私が見た未来は予言を題材にした興味深い作品であり、その予言がもたらす影響は計り知れません。しかし、それが科学的に証明されているわけではないため、私たちは冷静に行動することが求められます。あなたはどう思いますか？今回の予言や未来の災害について、ぜひコメント欄であなたの意見を聞かせてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が役に立ったと思ったら、いいねボタンを押して、チャンネル登録もよろしくお願いします。